こんばんは。よいしょ。では、It's about time to pack Ruby and Ruby scripts in one binary という題でアホガッパが発表させていただきます。簡単に自己紹介ですが、平野翔と申します。ネットではアホガッパという名前でやったりしています。普段はストアーズ株式会社で普通のレールズエンジニアとして働いています。で、この黄色いのは何だっていうんですがこれは普段使っているアイコンで、大体この黄色のアイコンを使っています。で、一応カラーコードはこの FFF613 というのでやっています。それでは早速本題に入りたいのですが、タイトルにワンバイナリー、もしくはシングルバイナリーって表記されることもありますが、そもそもワンバイナリーとかシングルバイナリーって何でしょうか。この発表では次のようなファイルであるとします。実行ファイル一つで完結するようなプログラムであるとします。つまりそのファイル1個あれば他にファイルをインストールしなくても動かすことができるようなプログラムです。ではなぜワンバイナリーにするのでしょうか。プログラム言語環境にはワンバイナリーにできる言語とできない環境とかできる環境とかあります。でCRuby は一般的にはできない、できてない環境っていうふうになりますが、ここではちょっと一般的な話では少し範囲が広すぎるので少し狭めて、この発表ではRuby でなぜワンバイナリーにするのかということについて考えています。Ruby ではどんな時にワンバイナリーにする必要がありますか。あるいは普段Ruby でプログラムを書いていて、ワンバイナリーにしたくなったっていう時はどれくらいありますでしょうか。これ一例で、本当に例えばっていう話なんですけど、例えば Ruby のプロジェクトを配布するときにワンバイナリーにしたくなるっていう時があります。この発表ではこのワンバイナリーにするこの対象のスクリプトの、たくさんのスクリプトの集まりを、Ruby プロジェクトと呼ぶことにしますが、この Ruby プロジェクトを配布したい時にワンバイナリーにしたくなる時があります。ちょっと具体例を見ながら考えています。2つ、パソコンあります。で、左側のパソコンが、開発者側のパソコンで、右側がその Ruby のプロジェクトを、使いたい側のユーザーのパソコンであるとします。で、開発者が Ruby のプロジェクトを作ってユーザーに配布したとします。で、この時この Ruby のプロジェクトっていうのはこの開発者の環境でこのような環境で開発されていました。開発者はすごい多分意識皆さん高いと思うので、なるべく最新バージョンの Ruby を使っているのかなと思って、Ruby は 3.3 とか、シナトラは 4.0 で、SQLite は 2.0.1 みたいな状態で開発しています。しかしユーザー側のパソコンではこのような環境になってました。Ruby は 3.0 だし、シナトラは3.2 だし、SQLite に至ってはインストールされていないみたいなそんな環境でした。こういう環境だとユーザーこういう環境だとこの Ruby のプロジェクトっていうのは開発者の意図した通りに動かすことっていうのはちょっと多分できないかなと思います。ただ現代であればこの Ruby のRB エンベとかASDF とか使えば複数のバージョンの Ruby をインストールしたり、あるいはバンドラーを使えばこういうジェムのバージョンの違いの差とか、インストールされてなければインストールするっていうことはできます。でもそもそもこのユーザー側のパソコンに Ruby がインストールされてないみたいな環境であれば、RB エンベもバンドラーももちろん使うことできません。あともっと極端な例で言うとユーザーの環境がインターネットが使えないとか、あるいは Ruby とかバンドラーにあんまり詳しくない方にこのまま配布したとしてもちょっとうまく動かないっていうことがあるかもしれません。
というわけで、このような場合の解決策の一つとしてワンバイナリにするっていう方法があります。環境に関しては先ほどと同じ状況でそれぞれ違うバージョンの Ruby とか Gem とかっていうのがインストールされている状態です。で、ここで開発者は Ruby のプロジェクトを先ほどの Ruby のスクリプトをそのままポッてこうバラバラな状態で渡すのではなくワンバイナリーにしてから配布したとします。で、ワンバイナリーになると先ほどの Ruby のプロジェクトと配布するのとは違ってこのたった1枚のこのファイルワンバイナリー化されたファイルが、配布する形になります。そしてこのワンバイナリーの入ってるファイルのデータとして、開発者側のパソコンと同じバージョンの Ruby と Gem が含まれています。したがってこのユーザー側のパソコンでも、ユーザー側のパソコンで異なる Ruby とか Gem とかがインストールされていてもこのワンバイナリーに含まれている Ruby とか Gem とかを使うので、開発者が言った通りにプログラムを動かすことができます。こういう場合だったらRuby のワンバイナリー化してプログラムを配布することに意味が出ていくんじゃないかなと思います。またこの目的ではある種環境を閉じ込めるっていうものなので、Docker とか WASM に非常によく似ていますが、あちらはどちらもランタイムっていうのが別途必要ですし、例えば CLI を配布したいってなった時にじゃあ Docker を起動してねっていうのはちょっとヘビーかなと思います。また WASM に関してはWASI の対応状況によって一部使えない機能とかがあったりするんですけど、このワンバイナリ化に関しては普段皆さんが使っている一般的な Ruby と同じものがそっくりそのまま入っているので、その辺の差異っていうのは、気にする必要が一切ないです。ということで、現代においても、一定のユースケースっていうのはあるんじゃないかなと思います。ではこのようにこの Ruby を、Ruby のスクリプトをワンバイナリーに変換してくれるツールってすでにあるのでしょうか。実を言うとあります。で、もっとあるかもしれないんですけど、メジャーどころで言うとこんな感じかなと思います。一番上が OCRA、ワンクリック Ruby アプリケーションの頭文字なんですけど、とか Exurb とか Ruby2 Egg ですかね。で、最近だと、Ruby Packer とか、一番上の OCRA をフォークして作られた、OCRN とか、Ruby、ワンクリック Ruby アプリケーション Next っていうのがあったりします。じゃあ、これらを使えばいいんじゃないのっていう疑問が当然出てくると思います。この発表では何を発表するんだっていうことになるかなと思います。先ほどのツールの詳細はちょっと割愛するんですが、先ほど挙げたようなツールっていうのはある種条件みたいな制約とかがあって、以下のようなものがあります。まず対応しているバージョンがRuby のバージョンがちょっと古い。特にRuby の 3.0 以降に対応しているっていうものが結構少ないです。とか、あと Ruby 本体にパッチを入れているので、新しいバージョンの Ruby が出るたびに修正する必要があるので、メンテナンスが結構大変であるもの。とか、あと動作する環境が Windows だけで、Mac とか Linux では動かせないし、当然そこでワンバイナリ化したファイルも Windows でしか動かせない。あとはワンバイナリ化したファイルっていうのを一回テンポラリーファイルに書き出して、それをもう一回読み込むみたいな動作をするから、少し動作が遅いみたいなことをしているツールがあったりします。という感じでたくさん種類はあるんですけども、それぞれ条件っていうか、制約みたいのがあるという状態です。で、少しちょっと話変わるのですが、私は Ruby で開発できるゲームエンジンっていうのをまた別に作っていて、でその作ったゲームを配布したいっていう時にワンバイナリーにしたいなと思っていました。ですがこういう条件というか制約がある状態だと、自分のこの理想的なワンバイナリーの配布っていうのはなかなか満たせずに、なかなかちょっと理想的なものがないかなと思っていました。
でないなら作れっていうことで、どうせやるなら、どうせやるなら Ruby におけるワンバイナリーツールの決定版みたいのを目指して開発し始めました。でできたのがコンポージェムです。で、軽く名前の由来を紹介すると、コンポっていうのはパッケージングとかパッキングとかそういう意味の日本語です。であと言葉遊びとしてC の方のコンポートをかけたりしています。でここでちょっとデモを見せたいと思うんですけど、今回シナトラと SQLite をワンバイナにしてみたいと思います。これ見えるかな。これは、左側が先ほどの、開発者の想定した環境で、右側がユーザーの環境です。でこれは完全に隔離されたアイソレートされた環境です。ただ受け渡しがちょっと面倒くさいんでボリュームは共通みたいな形にしています。で今回ワンバイナ化するファイルの中身がおおむねこんな感じになっていて、SQLite をシナトラ読み込んで、ハローも読み込んで DB があってみたいな、これシンプルなものです。でハローパスはハローワールド出す。でハローはすごくシンプル、これもシンプルでただ定数が書いてあるだけです。でここで開発者がまずコンポージェムをインストールします。でちょっと未然な回遊をしてこういうおまじないというかコンポコマンドを実行していきます。そうすると怪しいログがガーって出てきて、で何かができます。でこちらがユーザー側の環境なんですけど、bin っていうのが出てきます。でここで一応ユーザー側の環境っていうのは、Ruby がインストールされてない状況になってます。でここで bin を起動すると Ruby がないはずの環境で Ruby が動いています。こんな感じで。でここでシナトラが起動しているので、これを実際に、よいしょ読み込んでみるとこんな感じで SQLite の先ほど読み込んだものが表示されています。で、ちゃんとログも書き出されているので、ちゃんと通信してやり取りしたっていうことが分かります。で現時点ではこのコンポージェムの特徴について、現時点でのコンポージェムの特徴について紹介していきたいと思います。でまずは、Ruby 本体のパッチっていうのは一切しておらず、モンキーパッチだけで頑張ってやっています。でこれによってRuby のバージョン追従っていうのがすごく簡単になります。でまたテンポラリーファイルへの書き込みっていうのも一切しないようにしていて、それから GEM ファイルの読み込みもサポートしています。これは GEM ファイルに書かれた、Ruby の GEM とかを自動的にワンバイナーの中に含むっていうことをしています。であとこの GEM の、もう一つの面白い機能としてローカルファイルへのフォールバックっていう機能があります。これは実際に見てもらった方がいいと思うので、ちょっと先ほどと同じようにデモを見せたいと思います。先ほどのサーバーでハローパス、今はハローワールドが表示されています。で先ほどのコンポをするときに実はハロー .rb っていうのを実はワンバイナリの中に含んでませんでした。なので、ローカルファイルの読み込み、ローカルファイルへ、フォールバックして読み込むっていうことをしていました。なので例えばここで、ここをコンポに書き換えてもう一回 bin を起動します。でこれを再読み込みするとこういう感じで動的に書き換えることができます。でこれは
なんだろう、パッチファイルとか、設定ファイルみたいな、そういう用途に使えるんじゃないかなと思っています。ではどのように梱包しているのでしょうか。まず対象のスクリプトっていうのは全てワンバイナリの中に埋め込んでいます。で、モンキーパッチの実装なんですが、カーネルリクワイアとかに、カーネルリクワイアなどをはじめとした Ruby のスクリプトを読む場所を、ひたすらパッチしています。具体的にはこの5つで、リクワイアとかリクワリアティブとか、オートロードとかそういうのをやっています。リクワイアといえばそういえば昨日モリスさんのネームスペースの発表とか笹田さんのラクターの発表などで何かとスポットが当たる場所なんですけど、ここに対してリクワイアをパッチしています。そして、ネイティブの拡張ライブラリっていうのは、ソースコードからちゃんとコンパイルしてスタティックリンクしてバイナリに含めていきます。では実際にこれをワンバイナリにしていくんですけど、材料としては大きく分けて5つあって、1つ目は、libruby スタティックアーカイブファイル。これも蓮見さんの発表でさっきちょっと出てきたやつなんですけど、これの中身は何かっていうと、ざっくりと言うとメイン関数がない Ruby だと思っていただければ大体いいと思ってます。つまりそのストリングとかインテジャーとかアレとか YJIT とかなんか VM とかそういう Ruby の機能は全部入ってるんですけど、メイン関数がない状態。でも逆に言えばメイン関数を作ってこいつにくっつけてあげれば、その我々が自由に Ruby を作るオレオレ Ruby っていうのを作ることができる。なので今回は梱包でワンバイナリ化した実行ファイルに必要な初期化っていうのをメイン関数に書いて、こいつとくっつけるみたいなことをこいつとくっつけることによってワンバイナリ化したファイルを作ろうとしています。次に拡張ライブラリで、これは普段の Ruby だと .so とか、.bundle とかそういう形式で、動的ロードされるものなんですけど、これを O ファイルにしてくっつけ、スタティックリンクしていきます。これは、今特に変換とかして頑張ってるわけではなく、愚直に extconf と make ファイルから頑張って生成しています。次にメイン C で、先ほど自由に作れって紹介したやつです。でここでは結構いろいろやっていて、一つはネイティブ拡張ライブラリの登録っていうのをやっています。でこれはこの Ruby、イニシャルエクステンションっていう関数を使って、登録していくんですけど、こういう登録をしていくと、リクワイアでその、例えば Puma HTTP11.so とかがリクワイアで呼ばれたら、RB とか .so を動的ロードするのではなく、代わりにこっちのイニシャル関数を呼ぶみたいなことをしています。それから各種、初期化、Ruby の初期化とか、あと梱包 FS っていうのがこの後出てくるんですけど、そいつの初期化とかもしています。で次にこれが梱包 FS で、梱包 FS とパッチです。でここにはワンバイナリと対象となった Ruby のスクリプトとか GEM のソースコードを、ソースコードと、それの絶対パスっていうのを、保管しています。でこれは、パッチに関しては、さっきの required のパッチしたファイルっていうのを含んでいて、このファイル自体はさっきの梱包 GEM とはまた独立した別の CLI ツールを使って生成しているので、梱包 GEM はそのラッパーツールのラッパーとしての役割もあります。で、次は live 梱包、アーカイブファイルなんですけど、これは梱包 FS っていうさっき出てきたやつに保管されているデータを Ruby から取り出すためのライブラリです。でこれのコードの形式的には Ruby の普通のネイティブエクステンションと同じ形式で実装していて、中で梱包クラスっていうのを定義しています。で、絶対パスを引数にとってそのファイルの中身を返すメソッドなどが、いろいろ定義されています。とか、あと梱包 FS の初期化とか、そういうのをやっています。で、これらをコンパイル
リンクしてガッチャンコすると出来上がるのがコンポジムの成果物ワンバイナリー化した Ruby のプロジェクトとなっています。では、パッチは具体的に何をしているかっていうのを紹介します。先ほどの5つの登場人物を図式していくと、まず div-ruby スタティックがあります。で、中には当然 require などもあります。で、下の5つはコンポをしようとしている対象とします。でもここでは具体的にワークスペースサンプルみたいなディレクトリで、あえて d.rb っていうのを、指定せずに、コンポ.rb、b.rb としてワンバイナリ化したとします。で、先ほどのコマンドでコンポ fs っていうコンポ fs.a ファイルができて、ファイルとパスの情報が格納されます。で、コンポは、特に指定がなければ main.rb っていうのをエントリーポイントとして含むのでメインも含んでいます。で、C に関してはこれは拡張ライブラリなのでコンポにも含んでないし、D は、さっきコンポをするときに、含めなかったのでコンポ fs には含まれていません。で、これらをコンパイルリンクしてワンバイナリにします。するとこういうファイルの塊になります。で、div-ruby スタティックアーカイブファイルはメイン C とくっつくので、実質普通の Ruby だと思ってください。ので、実質同じ Ruby としてRuby って書いてます。で、.c に関しては、注意なんですが .so から O になって、くっついています。これは静的リンクしてるからですね。で、D は外側にある状態です。で、main.rb が実行される前に、require とか require relative などをパッチを入れます。で、詳細はちょっと書いてないんですが、おおむねこんな感じのパッチになっていて、div コンポ A の中で定義されている、コンポゲットファイルみたいな、メソッドを呼び出して、コンポ fs からファイルをゲットして、で、コンポ fs になくて見つからなかった場合は、元の require を呼び出すっていうことをやっています。で、実際にパッチが終わった後に、ワンバイナリーが実行されていきます。で、main.c は、main.rb をコンポ fs から取り出して、そのまま Ruby に -e オプションみたい、-e オプションとともに渡して実行していきます。で、-e オプションっていうのは、引数に渡された文字列を、評価して実行するっていうオプションなので、main.rb の文字列がそっくりそのまま Ruby に渡された時にそこが評価されて実行されるっていう流れになってます。で、main.rb の中で、require とか require relative とか require C とかあると思うんですけど、そういう require 系が呼ばれると、パッチされた require が呼ばれます。で、AB はコンポ fs の中にあるので、そこから取り出して実行します。で、D に関しては、このコンポ fs に含まれてないので、ロードエラーが発生して、下の元のオリジナルの require が呼ばれるので、この Ruby ワンバイナリ化されたファイルの外側にある d.rb を呼びます。これが2番目のデモで紹介したフォールバックの機能になります。で、C の場合は、静的リンクされているため直接こう実行されていきます。こういう感じで、パッチは何をやってるかっていうと、コンポ fs に含まれている、ファイルであればそこから取り出して、なければローカルのファイルを代わりに読み込むっていう分岐を行うだけのパッチになっています。で、続いて今後やっていきたいことなんですけど、まず大きなところで、ユーザーが自由にコンポ fs の中を参照することができません。で、これができないと何が困るかっていうと、そのファイルディードとか IO ディードとかでこうファイルを読み出してそれを言い丸するようなコードっていうのが結構世の中にあってそういうコード、プログラムがあると、今って外側のファイルを読み込もうとするので、うまく動かないっていうことになります。
でもこちらについては結構ちゃんと対応しないと意外と使われてるやつなのでちゃんと対応しないとダメかなと思ってるんですけど、設計もまだ何も決まってないっていうところでご意見がある方はぜひご意見いただきたいところです。でまた現時点ではクロスコンパイルっていうのに対応できてなくて、でモチベーションがゲームで作りたい、ゲーム配布に作りたいっていうところだったんですけど、ゲームであれば Windows でも Mac でも Linux でも遊んでもらいたいっていうのは当然あるので、クロスコンパイルに対応はしたいです。でこれは絶対に将来的にしていきたいところです。それからファイルの圧縮とかも全然何もやってないので結構まああって、先ほどのシナトラと SQLite のデモの、バイナリサイズがちょっとさっき測ってみたんですけど78メガバイトぐらいで、これを大きいと見るか小さいと見るかはあれなんですけど、それぐらいだったので、例えばコンポ FS に取り込んでるファイルをこう gzip で圧縮して、実行時にはまた戻して実行するみたいなことをやったりとかしないと小さくできないかなと思ってて、これもバイナリを配布する上で小さい方が絶対いいと思うので、そういうこともやっていきたいと思ってます。でこちらで最後になるんですけど、Ruby のワンバイナリの決定版を作りたいと思ったところからの、始まった開発なんですけど、結構さっきの課題以外にも結構未完成な部分がかなりあって、例えばレールズってどうなんだって皆さん思うんですけど、レールズは今動きません。ワンバイナリーにはできるんですけど、実行途中で止まってしまうみたいなことがあって、パッチの精度が良くないのでパッチをうまく変えていかないといけないところがあって、まだまだ未完成で未熟なところがあるので、ぜひ皆さんももしよかったらちょっと作って使っていただいて、こうするべきじゃないみたいなとかそういう意見とかいろいろいただければなと思っています。はい、それではご清聴ありがとうございました。